んにちは。今日はグレース大聖堂にご案内ということで、今から最後の坂道、この坂道角度が 24.8 度あるんですけれども、今から登ってみたいと思います。動画ではちょっと角度が分かりにくいかと思います。坂道が急なところで駐車するときはこのように平行に並べて駐車しないといけないんです。坂を振り返るととってもいい眺めです。こちらがグレース大聖堂なんですけれども、こちら側から入り口に行くのではなくて、後ろ側からぐるっと回って行ってみたいと思います。はい、今サクラメントとジョーンズストリートの角に来ています。この辺りはノブヒルで一番高いところになります。で、この角のビルなんですけれども、ウェディングケーキというあだ名がついたアパートのビルになります。で、このウェディングケーキをデザインしたジェームス・フランシス・ダンという人はアイルランドから来た移民の人だったんですけれども、独学でデザインを学んで、なぜかフランスに行ったことがないのにフランス風の建物ばっかり建てたがってたデザイナーの人だったんです。で、グレース大聖堂が建てられているところなんですけれども、もともとはチャールズ・クロッカーといって大金持ちの人の豪邸があったところなんです。これがその豪邸のフェンスです。で、キリスト教にもいろんな宗派がありますけれども、ここの教会はエピスコパルという宗派になります。で、このエピスコパルには神父さんというのは存在せず、司教さんというのだけ存在しますので、司教さんのかぶる帽子型のライトが作ってあります。ようやくグレース大聖堂の正面前までやってきました。工事をし始めてから完成するまでに54年もかかった教会になります。この教会の外側は石でできているように見えますけれども、実際は石ころを混ぜたコンクリートでできています。後ろの門は天国の門と呼ばれるイタリアのフィレンツェにある有名なロレンツォ・ギベルティの作品のレプリカ、複製品になります。その複製品というのは世界で6つしかないんですけれども、その6つの中で最も素晴らしい複製品と言われています。この複製品を作るだけでも6年以上かかっています。で、こちらいろんなパネルがはまってますけれども、全部旧約聖書からのお話を彫刻にしたものになります。天国の門と呼ばれていますけれども、実際にはロレンツォ・ギベルティがつけた名前ではなくて、この門を見たミケランジェロが天国の門というのはこういうものなんだろうということで言ったことから、天国の門というふうに名前がついたと言われています。で、ここの2番目にあるのがピラミッドみたいな形のがありますけれども、そのピラミッドの形のはノアの箱舟ですね。で、この彫刻を作ったロレンツォ・ギベルティはちゃんと自分の顔を入れてますね。お隣が制作を手伝った息子さんですね。それでは中に入っていきたいと思いますけれども、中ではいろいろ説明できないので後から説明を入れますね。さあ、こちらが入り口のドアになりますが、ドアのところになぜかイルカさん。さて、ここでクイズです。どうして教会のドアにイルカがいるんでしょうか？ 5, 4, 3, 2, 1. まずは入ってすぐのこの部分から見ていきましょう。この部分はエイズで亡くなった人々とその友人、家族たちのための礼拝堂です。エイズという病気は宗教を選んで人間を襲うものではありません。ですから宗教の壁を越えてという意味でインターフェースと書いてあります。礼拝堂の祭壇はポップアーティストキース・ヘリングによって作られましたが、キース自身もこの作品を完成した2週間後にエイズで亡くなってしまいました。
洗礼台の3つの段にはそれぞれ意味があります。この3つを合わせて三位一体と言いますが、昭和生まれの人はアタックナンバーワンの八木沢三姉妹を思い出すのではないでしょうか。サンフランシスコは国際連合が生まれた町でもあります。大聖堂の真ん中あたりでステンドグラスのデザインがガラッと変わるところがあります。実は予算がなくなってこの部分で工事が一時中断してしまったその名残なんです。大聖堂横の小さな礼拝堂は細かい美しいステンドグラスで有名なところです。この大聖堂は音楽が終わっても残響が7秒間も続くことで有名な場所です。祭壇横のベンチには刺繍で飾られた美しいクッションがあります。カリフォルニアのモントレーあたりで有名なラッコもいます。なんかこれに座っていいんですかという感じになってしまいます。大聖堂の一番上のステンドグラスは人類に貢献した人々のためのステンドグラスになっています。宇宙飛行士のジョン・グレンの上にはロケットが飛んでいます。中に入らなくても外側でこのラビリンス、迷路を体験することができます。ここが入り口ですね。でここからこういう風に行って、ここでぐるっと回ってでここでぐるっと目が回る。本当はこうやって迷路を通りながら心を落ち着けて瞑想しないといけないので、こんな動画なんか撮っちゃいけないんです。真ん中に着きました。で帰りはまた同じ道をたどって出ていくことになりますので、時々反対側から来る人たちと勝ち合うんですけれども、その時はお互い譲り合うということになってます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。サンフランシスコにお越しの際はぜひぜひグレース大聖堂にも寄ってみてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではさよなら。